私が人生の中で一番ちゃんとしていたのは27歳の頃でした。今書いてても当時の私はすごく真面目な頑張り屋さんだったと思うし、こんな子には本当に幸せになってほしい。でも正直、この頃が人生で一番報われない日々でした。待遇への文句も言わず真面目に働いているのに、職場では全く評価されない。必死に婚活し、自分が結婚相手として悪くないことを目いっぱいアピールしているのに、全くモテない。たくさん我慢と節約をして一生懸命やりくりしているのに、なぜか常にお金に困っている。もっとやりたいことはたくさんあるはずなのに、時間だけがどんどん過ぎていく。もう、わけがわからないですよね。自分でも本当に不思議でした。こんなに頑張っているのに、なんでこの程度の人生なのか。でも、わけがわからないなりに当時の私が出した答え。それは、きっとこんな努力じゃ、まだまだ足りないんだ、ってこと。だから、もっともっとちゃんとすべく必死で頑張りました。でも結局何一つ報われることはなく、ある時こう思ったのです。もうどうにでもなーれ、と。そしてこの先はもう人生を諦めて生きていこうと思いました。ちゃんとすることを諦め、未来のことを考えるのはやめ、その時にやりたいことや楽しいことを欲望の赴くままにする。そんな刹那的な日々を送るようになったのですが、驚くべきことに気づいたらたった数年で欲しかった以上のものがすべて手に入ってしまったのです。私の人生を大逆転させた秘密はたった一つ。それはちゃんとすることをやめたこと。驚きますよね。でも一度これについて考えてみてほしいのです。そもそもちゃんとするとは一体何なのか。私たちは子供の頃から親にも先生にも上司にもちゃんとすることを第一に求められ、自分は本当はどうしたいかをほとんど考えることなく育ってきています。でも実は私たちが縛られているこのちゃんとという常識、これらは大半が過去の産物で、今の世の中には全くそぐわないものばかり。断言できます。ものすごいスピードで変化する今の世の中では、世間一般的にちゃんとしている人生を送ろうとすればするほど、本来の自分らしさからは遠ざかり、人生は辛く大変に、さらに報われないものになっていきます。でも、このちゃんとという思い込みを外し、本当はどうしたいかという心の声に従って行動すれば、欲しいものはすべて手に入れられるようになるのです。ちゃんとするのをやめるのは、自分と自分の周りを幸せにするため。自分だけが楽をしてみんなが我慢したり苦労すればいいということではなく、自分とそして自分の周り、ひいては社会全体を幸せにしていくためには、まずは自分自身から変化していく必要があるということです。ちゃんとすればするほど人生辛くなってない？あなた、報われていて？こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は私ちゃんとしなきゃから卒業する本をご紹介したいと思います。皆さん、いきなりですが、ちゃんとしてますか？当然です。すべてちゃんとしてます。誰にも迷惑かけることなく生活してるわよ。そんな声が聞こえてきます。そういう僕だって相当ちゃんと生きていますよ。人に迷惑をかけるのなんて言語道断。ルールは絶対に守りますもの。ただ、どうでしょう。もしかしたら、ちゃんとしすぎてるってことはありませんか？ちゃんとすることに縛られすぎて、世の中の常識、他人の目、社会のルールを気にしすぎて、自分自身、自分の心の優先順位を避けてしまっていませんか？その、ちゃんとするを卒業することで、人生が大きく変わるかもしれないんです。本書の著者は小田切あさぎさん。幼い頃の母親の厳しいしつけもあり、
ちゃんとに縛られた窮屈で先の見えない生活をしていた彼女ですが、ある時そのちゃんとすることをやめた途端、人生が激変していきます。そして母、妻、社会人、女性、自分、すべてを自分らしく両立したいという思いからブログを開設したところ、独自の恋愛、家庭、仕事論が好評を博し、書籍出版、講座やセミナー開催など活動の幅を広げられております。彼女が多くの悩める女性たちと向き合ううちに気づいた問題の根底。それは自分の本心で自分らしく生きられていないこと。ちゃんとするに縛られすぎるのをやめて、自分らしく生きるための様々なマインド、ノウハウを教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかにいくつか置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットです。果たして何個あるのでしょうか。全部でいくつあるのかは動画の最後にお伝えしますね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。マインド編。ちゃんと呪縛から自由になるには、昼寝レベルでも人の誘いを断ってみる。ここではプライベート全般を含む心の持ち方についてお伝えしたいと思います。以前の私はしたくもない残業や行きたくない飲み会、やりたくもない家事などのやりたいことよりやるべきと思い込んでいることを優先していたので、一見スケジュールびっしりの多忙なリア充でした。その結果、自分の時間はたまたま何も予定が入らなかった時だけ。そしてその時間ですら疲れて寝るくらいしかできず、自分について考えたり、興味のあることを学んだりといった自分のための時間が全く取れていませんでした。今思えば、スケジュールを組む順番が完全に逆だったんですよね。まずは自分がやりたいことをする時間や休息をしっかり確保。それから余った時間で他の予定を組むべきだったんです。そうしないと自分の時間なんて永遠に確保できません。自分以外に自分の時間がなくなるのを気にしてくれる人なんていませんよね。自分のことを最優先にしてくれる人も自分以外にはいないんです。今の私はたとえ時間が空いていても行きたい予定以外は絶対に入れません。以前は結婚式など一見大事であろう予定っていうのは誘われたら行かなくっちゃって思ってました。でも今は自分自身が行きたいのかを一度立ち止まって考え、気が向かないときはその日は予定がありますと連絡して終わり。まあこの予定って昼寝をする予定とかなんですけどね。でもブログを書く予定でも本を読む予定でも何でもいいんです。私にとって大事な時間であれば。だから先に予定が入っていても後からもっと行きたい予定が入ったらそっちを優先するし、当日になって気分が乗り気じゃなかったら行かないこともしょっちゅう。お金はもったいないかもしれないけど、もし行きたくないのに無理して行ったらお金に加えて時間と労力まで無駄になるのです。秋っぽいは行動できる才能。世間には趣味でも勉強でも興味を持ってやり始めたのに続かないって悩んでいる人多いですよね。私も以前は秋っぽくて何一つ続かない自分が本当に嫌で、だから私は何をしてもうまくいかないんだって思ってました。スポーツジムなんて今までに5回は入会してるけど、毎回通えるのは最初の2週間だけ。一度でも雨が降ったらもう行けなくなってしまうくらいの根気のなさです。ジム以外でも、例えば去年はインスタグラムに力を入れようと決意したのに、まともに投稿できたのは7回だけ。さらに
インスタがダメなら YouTube だ。まずは100投稿までとにかくやる。と決意して始めたはずなのに、これもわずか13動画で終了。その他にも、ちょっと手を出してはすぐ断念したことなんて、もうめちゃくちゃたくさんあります。でも、ある時気づいちゃったんです。私は人よりもスピードが速いだけなんだ。やりたいと思ったら最速で始めるから、最速で飽きているだけなんだ、と。そもそも始めなかったら飽きることもできないわけです。だから飽きたということは少なくとも行動はしたってこと。成功の反対は失敗ではなく挑戦しないことです。だから挑戦しただけでも人生にとっては確実にプラスなのです。また続かないかもと思って何も始めなかったら本当に好きなことを見つけるチャンスまで失ってしまいますよね。だから皆さんも気になったものは片っ端からどんどんチャレンジして好きか嫌いか確かめてみましょう。とりあえずやってみてやっぱり違うかもって気づいたらすぐにやめて次。試して違うと分かったらもうそのことで悩まなくていいし、もしもまたやりたくなったらその時にまた始めればいいのです。プライベートでもメンヘラで魅力開花。私は人の魅力っていうのは大人になる前の常識や世間のちゃんとに洗脳されていない自分に隠されているんじゃないかと思っています。要するに5歳くらいの頃の自分が本当の自分なんじゃないかと。うちの娘を例にすると、エレベーターのボタンが押せないだけで床でジタバタ号泣したかと思いきや、次の瞬間にお菓子を見てハイテンション。本来人というのはこれくらい豊かな感情を持っているんだなといつも感心してしまいます。それに気づいて自分の感情を解放していった結果、今の私なんてもはやメンヘラそのものです。感情を抑えることが普段から当たり前になってしまっていると、どんどん自分でも自分の感情がわからなくなっていきます。いわゆる感情が麻痺してるというやつ。私の講座の生徒さんも最初は先日こんなことがあったけど、自分でも悲しいのか腹立たしいのか嬉しいのかすらわからないみたいな状態になってしまっている人がものすごく多いです。そうなると前述した違うと思ったらすぐやめるってこともできないんですよね。自分でも楽しいんだか楽しくないんだかよくわからないみたいな状態になってしまうから。特にストレスの多い職場にいる人は感情が麻痺している率が高いです。いちいち感情に揺さぶられていたら仕事にならないって部分はあるとは思うのですが、少しずつでも自分の感情を意識して拾い上げる練習をしてみませんか？自分の感情が自分で感じ取れるようになってきたら、それを少しずつ表現してみましょう。どんどん周りにも自分らしさが伝わるようになりますよ。謙虚なふりこそモテない理由。私はつくづく謙虚は美徳というのも日本独特の文化だなぁと感じます。綺麗ですね。私なんて全然綺麗じゃないです。気が利くね。私よりすごい人はたくさんいます。みたいな。一見いい人に見えるし、謙虚な女性はモテる。仕事ができそう。いい人そうって勘違いしている人も多いですが、はっきり言って謙虚な女性はモテません。褒め言葉を否定するってことは、相手を嘘つき認定しているのと同じこと。いただいたプレゼントを相手の目の前で捨てているようなものなのです。まあもちろん、私も以前は謙虚であることを美徳と考えていました。謙虚じゃないと人に嫌われるって思い込んでましたよ。だから漫画タッチのみなみちゃんがクラスメートに今日も可愛いねって言われてありがとうって一言で返したシーンに対して、自分でも可愛いって思ってるってこと？クラスメートたちはこの返答に対して違和感なしってとても衝撃を受けました。で、ここでもやっぱり娘の言動が参考になるのですが、彼女は、これ自分で作ったの？すごいって褒めると、
これもできるよ。こんなこともできるし、って次々に披露してくれて、とどめには、まだ5歳なんだけどね、ってどやってきます。考えてみたら、褒めても、自分なんて大したことないっす、って言ってくる子供がいたら、少し心配になりません？つまり、人って本来、謙虚ではないのです。結局、相手にどう思われるのか、などと変な勘繰りをせず、人に対していかにありのままでいられるかっていう話なんです。ちゃんとをやめるポイントは、いかに世の中や周囲の人間に対して自分のままでいても嫌われないから大丈夫と思えているかどうか。普段外では謙遜ばかりしてしまう人でも、自分の母親や夫、子供なんかに対してはもう少し堂々と振る舞えていませんか？それこそが素直なありのままの自分。こう伝えると、私は家族の前では性格が悪いんですって言う人がいるけどね。そっちが本当のあなたですから。だから、外でも堂々とそのままでいたらいいんです。自分に自信を持ち、素直でいられる人というのは、人からも好かれますよ。罪悪感は悪いふり。だけど、そこに原石あり。ここまで書いてきたことについて、言いたいことはわからなくはないけど、実際に行動に移すのは難しい。罪悪感もあるし、って声が聞こえてきそうです。でもですね、実はこの罪悪感にこそ、ちゃんとしなきゃという思い込みによって無意識に抑え込まれた本当の自分らしさが隠れているんです。罪悪感というのは、常識と自分の本心が乖離した時に生まれるもの。つまり、人目があるから一応悪いと思ってますよというポーズをとっているだけで、自分の本心では悪いとは思っていないとき、自分の中の調整役として巻き起こる感情、それが罪悪感の正体なのです。あなたにもありますよね。一般的には良くないって自覚しているのに、選んでしまった、選びたいと思った選択肢。そこにこそ他人の価値観には左右されていない本当のあなたらしさが隠れているのです。自分の選択に罪悪感を感じたら、私本当はそうしたいんだって認めてみましょう。そこにこそちゃんとするを卒業するポイントがあるはずです。ついでに自分の短所だと思っている部分についても同様です。悪いと思ってるふり、ちゃんと直さなきゃと思ってるふりをしてるくらいなら、堂々と長所として活かした方がいいんです。私の場合だと、考えがコロコロ変わるのは短所だと思ってたけど、見方を変えれば常に考え続けてる人という長所になる。また、人に気遣いができないのは正直で裏表がない性格だからと言えます。あと、時間が守れないのは自分の中での優先順位が明確だからとか、そんなの単なる開き直りじゃんって。ええ、その通りです。私は気遣いができない人間になりたいなんて一度も思ったことないのに、生まれた時からなぜか気遣いができなかった。だからもうそういう星のもとに生まれたと思うしかないし、開き直ってそれを長所として生かしていくしかないんです。罪悪感に負けることなく、堂々と自分らしさを発揮しましょう。さらにそこを強化すればするほど、どんどんあなたらしさが開花していきます。飽きた、ブレた、意見が変わったですって。あなた、また次の高みに登ってしまったわね。いつも通りプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？本書を読むと、改めて自分はかなり常識に縛られているな。結構自分の優先順位を下げちゃってたな、と感じます。世の中の常識、他人の目、社会のルールを気にしすぎちゃうと、本当のいい気分にもなれないと思うんですよね。盲目的にちゃんとすることに縛られるのではなく、自分自身、自分の心を優先すべきなんだろうなって思います。本書はちゃんとするをやめる。つまり常識にとらわれず自分を一番大切にしていこうっていうことをテーマにしていますので、中には当然、そんな考え方しちゃうの？というものも出てきます。
ただ、自分の中の凝り固まった常識を変えていくためには、そういう大きくジャンプした発想というものに触れてみるのも必要だと思うんですよね。ちゃんとするをやめることを、本書では、ちゃんとするから卒業する、ちゃん卒と呼んでいます。このちゃん卒で、家庭、仕事、恋愛、結婚、育児、お金など、人生のあらゆるポイントが好転していくかもしれないんです。とにかく一度、この考え方に触れてみませんか？そして本書は Amazon の読み放題サービスである Kindle Unlimited に登録されておりますので、会員の方は無料で読むことができるんです。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム、見つかりました？チャームの数は全部で5つです。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。